世界を魅了した日本の美意識7選。華やかでも派手でもない。けれど、なぜか心に深く残る美しさ。それが日本の美意識です。今や世界中のアートやデザインの中に、和の心が静かに息づいています。今日は、そんな日本の美が、どのように世界に影響を与えたのか、7つの物語でご紹介します。始める前にチャンネルの管理人から一言ご挨拶させてください。こんにちは、ケロンパです。誰も気づかぬうちに海を渡った日本の美意識。その足跡をたどると、世界の名品の中にそっと和の香りが漂っていました。今回はその秘密を覗いてみましょう。では始まりますよ。楽しんでいってくださいね。1、ジャポニスム、語港を変えた浮世絵。19世紀後半、ヨーロッパに突如現れた異国のアート。それが日本の浮世絵でした。当時のパリでは、ジャポニスムと呼ばれる日本ブームが起こり、多くの画家たちが日本の色や構図に夢中になりました。中でもゴッホは歌川広重の名所絵と百景を模写し、その色使いと大胆な構造を作品に取り入れました。彼の鮮やかな色彩、輪郭の線、その背景には日本の風景画から受けた強烈なインスピレーションがあったのです。海外の反応。ゴッホはまるで浮世絵を再発見したようだわ。ジャポニスムなしに印象派は語れない。日本の色彩センスが欧州を変えた。2、クリムトも夢中。浮世絵やリンパの美が西洋を変えた。浮世絵の特徴の一つにトリミング構図があります。画面の一部を大胆に切り取り、見る人の想像に委ねる。それが日本の感性。この余白の力がヨーロッパの印象派の画家たちに大きな衝撃を与えました。従来の西洋絵画では対象を中心に置くのが基本でした。しかし浮世絵は視点をずらし、遠近を強調し、偶然の一瞬を切り取る。その感性がやがて映画や写真の構図にまで広がっていったのです。またウィーン世紀末の巨匠クリムトはリンパの影響を強く受けています。リンパの装飾的な金箔や大胆な空間の取り方、自然モチーフの配置はクリムトの装飾画やポートレートに鮮やかに生かされました。浮世絵とリンタの美学がヨーロッパの豪華で独創的な表現へと昇華したのです。海外の反応。浮世絵の構図は斬新すぎる。クリムトの金箔の世界はまさにリンパの現代版。3、マネラ・アロハ。ハワイで生まれた日系の美。1940年代ハワイ。日系移民たちは古くなった着物を大切に取っておきました。やがてそれを南国の布と組み合わせ、アロハシャツとして仕立て直します。桜や鶴、波や富士山、日本の模様が海風に揺れるシャツの中でよみがえりました。それがマネラ・アロハの始まり。後に現地のデザイナーたちが花柄やハイビスカスと組み合わせ、現在のアロハシャツ文化が誕生しました。日本の伝統がハワイの日差しと融合し、今では世界中のファッションブランドが注目するスタイルに、文化は離れても美しく混ざり合うのです。海外の反応。アロハのデザインが日本の着物由来とは知らなかったわ。まるで和の風が海を渡ったみたいだ。4、着物のデザインが世界のランウェイへ。1980年代、パリのファッションショーで全身を黒で包み形を崩した服が登場します。それがコムデ・ギャルソンやヨージ・ヤマモトの作品でした。非対称、ゆとり、重ね、黒。彼らのデザインには着物の構造や間の美しさが息づいていました。完璧ではなく未完成の中に美を見る。この日本的な思想が
世界のランウェイの常識を変え、今も和の前衛として受け継がれています。海外の反応。着物の影響を受けた服は芸術そのもの。ヨーロッパのランウェイで初めて黒の深さを意識した。5、無印良品から北欧へ和のミニマルな世界基準に。無印良品の店に並ぶ。白と木目を基調にした紙や器。それはただのシンプルではありません。そこにあるのは日本が大切にしてきた余白と自然との調和の思想です。その影響は北欧のデザインにも広がり、IKEA やヘイなどが掲げるレスバットベターより少なくよりよくという考え方にもつながりました。何も足さない、何も引かない。日本のミニマルな美が今や世界基準の美意識となっています。海外の反応。インテリア雑誌では無印スタイルを取り入れた北欧空間が特集されてるよ。北欧家具には日本の静けさが宿っているって IKEA のデザイナーがインタビューで語っていたよ。6、禅とミニマリズム、何もない美。禅の世界では無こそは美とされます。それは静寂の中に心の豊かさを見出すという思想。アップル創業者スティーブ・ジョブズは京都の禅寺を訪れ、そこから製品デザインの哲学を学びました。素に落とすことで本質が見える。彼が語ったこの言葉には禅の教えが宿っています。iPhone や Mac に流れる静けさの美。その原点もまた日本の精神にありました。海外の反応。 iPhone や Mac に流れる静けさは禅の影響か。ミニマリストデザイナーから日本の禅は世界デザインの宝と称賛しているよ。7、ルイ・ヴィトンのモノグラムと日本の家紋。ルイ・ヴィトンの象徴ともいえるモノグラムデザイン。あの星や花の幾何学模様には実は日本の家紋からインスピレーションを受けた部分があります。家紋は円や花、星などのシンプルな形で家や士族を表す日本独自のデザイン文化。その幾何学的な美しさはブランドのロゴやパターンに巧みに取り入れられ、世界中で美しい模様として愛されるデザインになりました。このように日本の伝統的な模様が世界的ブランドのアイコンに息づいているのです。海外の反応。モノグラムってただのロゴじゃなかった。まさか日本の家紋が元になっていたとは。日本のデザインの繊細さと完璧なバランスが世界的ブランドに生きている。世界のどこかで感じる静けさやシンプルの美。その奥にはいつも日本の心が息づいています。飾らない、でも深い。そんな日本の美はこれからも静かに世界を照らし続けるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので楽しんでいってください。ではではまたね。